あ、どうしよう。履歴書忘れた。今日面接なのに。どうしようどうしよう。私面接落ちちゃうのかな。もう一生仕事見つからないのかな。どうしよう。ミシェル、落ち着いて。面接まであと2時間もあるよ。今からタクシーに乗って家に帰ればきっと間に合うよ。だから落ち着いてね。深呼吸して。皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。ミシェルさん、面接に履歴書を忘れてしまいましたね。こんなことが起こるとパニックになってしまいますよね。相手がパニックになっていたり緊張しているとき、相手をクールダウンさせる便利なフレーズがあります。今日はそんな相手を安心させてあげられるような便利なフレーズを勉強しましょう。相手がパニックになっているとき、一番よく使うフレーズは落ち着いて、落ち着いて。落ち着くは心を静かにするという意味です。怒っているときや緊張しているとき、心臓がドキドキして頭が働かなくなりますね。そのドキドキしている心を静めること、これが落ち着くです。例えば、クラシック音楽を聴くと落ち着きます。静かな図書館にいると落ち着いて勉強ができます。心だけではなく、状況についてもこの落ち着くを使うことができます。例えば、あなたは今とても忙しい状況だとします。学校の勉強があるし、アルバイトをしているし、家の手伝いもしなければならない。そんな時、友達が旅行に行こうと誘ってきたとします。あなたはこんな風に言うことができます。ちょっと今忙しくて、落ち着いたらまた誘ってよ。ちょっと今忙しくて、落ち着いたらまた誘ってよ。こんな風に落ち着くは日常生活の中でとてもよく使われます。さて、最初のショートムービーで健太くんはパニックになっているミシェルさんに落ち着いてと言っていました。その後、もう一つミシェルさんをクールダウンさせる言葉を言ったんですけれども、皆さん聞き取ることができましたか？それは深呼吸して、深呼吸して。深呼吸とは息を深く吸って吐くことです。深呼吸をすることも心を静めるためにとても効果的な方法です。私もよくピアノの発表会の時、とっても緊張していました。そんな時、先生が、あずさちゃん、深呼吸してとよく言っていました。最後に、相手を安心させるフレーズを紹介します。それは、大丈夫だよ。大丈夫だよ。このフレーズは知っている人も多いかもしれません。大丈夫だよと相手に言われると、とても心が落ち着きます。
それから、なんとかなるよ。なんとかなるよ。これは心配なのはわかるけど、きっと大丈夫だよという意味です。もし問題が深刻ではないときは、こんな風にも言うことができます。大したことないよ。大したことないよ。これはあなたが思っているほど問題は深刻ではないよ。だから大丈夫という意味です。困っている人がいたら、ぜひこれらのフレーズを使ってみてください。最後に、今日勉強したフレーズを一緒に声に出して読んでみましょう。発音をよく聞いて真似してみてくださいね。落ち着いて、落ち着いて、深呼吸して、深呼吸して、大丈夫だよ、大丈夫だよ。なんとかなるよ、なんとかなるよ。大したことないよ、大したことないよ。今日もたくさん勉強しました。お疲れ様でした。今日のお話はこれでおしまいです。よければ高評価、コメントをよろしくお願いします。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ。